こんにちは、きこです。今日もインドからお届けします。前回の恋をしようの動画はすごい反響いただきましたね。いいよね、こう言って。私もいつも恋してるかな。自分に対して一番恋してるかもな。本当に自分を解放する方法でもあると思うから、意識の中でやっぱり解放してあげるとよね。異性の人、誰かを好きになる、たくさんの人好きになるといいと思うし、自分のことだって好きになるといいと思うし、そのきっかけが何になるかわからないけど、なんか恋みたいなものってやっぱいいなと思っています。で、今日は、解放だな、やっぱりインナーチャイルドかな。インナーチャイルドの解放っていうお話をしたいと思います。今だから結構出てる人多いと思うんだよね。モヤモヤとかやっぱ落ちたりこう上がったり落ちたり上がったりっていう本当に揺さぶられる感がありますね、日々。で、本当にそこに対してなんていうのかな、よく向き合ってると思うんですね。でね、この間ね、カルマさんがすごくいい動画出してて、宇宙意識になることによって、そこのインナーチャイルドとか、だからそういう一つ一つのセラピーをもうやらなくたって、宇宙人なんだから宇宙意識になって持ってっちゃえみたいな感じの動画を出してて、私もそれすごいいいと思うのね。その意識で大体いるかな。もう一つ一つをさ、やっぱりインナーチャイルドとかやるのめんどくさいところもあるんですよ。めんどくさいじゃない。めんどくさいし、その意識に持っていくことに、まあ宇宙意識だね。自分宇宙人だから、そうだからそこに対してもう一つ一つインナーチャイルドとかアクセスしなくたって過去の出来事、過去の周波数をわざわざ今に持ってくるっていうことをするわけだから、それは必要ないんじゃないかっていうような動画見た時には、それも一理あるなっていうか、そういう人もいるんじゃないかなっていう感じ。私も大体そっちの方になってますね。ただここに対して私が思うのは、自分の心に嘘をつかないっていうことですね。ここ自分の内側のこの辺のモヤモヤっとしたものに対して違和感があるっていう人は、そこと向き合う必要があるよっていうことなんですよ。で、そこのモヤモヤしたものをそのままにしておくと、結局外側の現実で自分が体験することになるわけだから、今そういうモヤモヤしたものがある人は向き合うといいと思うので、だからここがブロック解除統合のワークであったりインナーチャイルドとか、そういう風な感じで外していく。だから違和感を持ったままなんていうの、宇宙意識だからいいっていう風にそこで外れてるんだったら全然いいですよね。違和感が自分の中で全然なくてスカーンって抜けてる状態だったらいいと思うんだけど、違和感があるんだったらそこに蓋をしないっていうことをやっぱり伝えたいなって思ったんですね。なぜならだって自分と生きていくのは自分自身なわけだから、自分の中の違和感とか自分の中の心の声、あとは自分と向き合うっていうことだな。自分自身はやっぱり何のために生まれてきたのか、自分って何なのか、あとはその自分の内側の方に意識を向けるっていうのがすごい大事だと思うから、そこをこうやらないで自分が外側の世界だけでね、なんていうの、いいんですよ、それも。ただ自分の心に嘘ついてないのかなっていうところは見なくちゃかなとは思います。でなんでインナーチャイルドが結構大事かなって思うかっていうと、このモヤモヤした違和感がなんか幼少の頃にね抑えられてきてしまってる違和感から来てるっていう可能性があるんですよ。でこの幼少の頃の、自分が今まで今世の中で体験してきた違和感というかことっていうのは前世でも何回も繰り返してて、結局そのパターンを持っている、周波数を持ってるってことだから、これ結構有効なんですよね。だから別にそこに対して外れてきてブロック解除したり何かのワークで外れてんだったら全然いいんだよね。そうそうそう。だからこのバイブレーションを持ったまま、だから自分が生きていっても全然いいんだけど、そのなんていうの、バイブレーションのような出来事
現実がうまくいってないんだったら、あなたの中のバイブレーションを外す方法を自分で見なくちゃだよっていうことは言えるっていう感じなんですよ。そこに、例えばインナーチャイルドとかブロック解除統合のワークっていうのは有効なんですよ。すごい。このバイブレーションを外すっていうことなんだよね。そうだからなんていうのかな、なんで幼少の頃にわざわざ墓を登るんだって思う方いると思うんだけど、このパターンを持ってるってことは自分で気がつく必要があると思うんですね。なぜなら別にこう宇宙意識になったって、このパターンは宇宙でも繰り返してる可能性があるっていうことだから、そうだから違和感がもしここにある場合はそことご自身のペースで向き合ってくださいっていう感じですね。私もやっぱりだからずっと日々向き合ってるし、向き合ってきてる。ここから目を背けて状態で生きる上っ面なこう世界というかを、私たちはアセンションでこれ生きていくわけではなくて、もっとこう力強く大地に根を張って生きていく世界っていうのを地球で体現していくわけだから、自分自身の闇と向き合うっていうことになっていくんですよね、これって。嫌だよ、自分のそんなとこ認めたくないし、なんていうのかな、だけどその自分の中に違和感があるんだったらそれと向き合うっていうことかな。それをだから結局みんなコロナみたいなことがあってやってたわけだから、もう終わってる人もいっぱいいると思うんですよね。やんなくていい人もいると思うし、っていう感じです。だからやってない人はやっぱりやった方がいいと思う。そのパターンのバイブレーションを持ってるってことだから、ブロック解除でもいいと思うし、いろんな方法を自分なりに考える。ただその自分の違和感に対して蓋をするっていうのは本当にこういいチャンスだから、見てあげて、自分自身と向き合う、自分と生きていくのは自分自身しかいないですから、そこにこうインナーチャイルドっていうのはすごく有効だと思うので。でもう一個ね、もう一個インナーチャイルドのすごくね、すごいなって思うのは救世主だと思うんだよね。やっぱりその今の自分から考えたら到底考えられないぐらいの自分はわがままさを持ってたりするんですよ、ちっちゃい時に。超我が強い。だから子供とか見てたり動物とか見てるとすごい自分生きてるじゃん。思いっきりこうなんかのびのびと楽ちゃんのようにね、全然話聞いてないんですよ。もう好き勝手にやってるじゃないですか。あれがさ、本来の自分であって子供なのに、子供の時に私はそうだったのに、いつからか私はこんな人間だみたいな感じでなんかすごいこう綺麗にまとまろうとしたりとか、違う自分というかさ、これも私なんだけど、もっともっとはっちゃけてるんだよね。子供の時って子供ってはっちゃけてるじゃないですか。でそういうものをね、自分は持ってたんですよね。持ってた自分だったりとか、今からそれをやっていけばいいんだけど、その時に小さい時の自分にアクセスすることによってその周波数持ってるから、このなんていうの、はっちゃけた自分、ものすごい我が強かったりとか、超強烈だったり、すごいおしとやかなのかもしれないし、でもすごいおしとやかかもしれないよね。おしとやかな方もあったな、私もな。すんごい平和的だったんですよ、ちっちゃい時に。今もそうだかな。でももっとやっぱりあったよ。いろいろあった。もっと強烈だったとこもあるかもしれないね。そうそうそう。だからそこになんていうのかな、それを教えてくれるんですよね。その時の自分っていうのは一番こう分かりやすい子供、なんていうの、一番宇宙的な意識でいる自分を教えてくれるとか、自由になるヒントを持っている周波数なのかもしれないね。そうだからそこのこう何にも左右されていない自分自身にアクセスしてもいいし、でもそこでだからなんて、そういう自分を見た時に結構抑えてる自分っていうのも絶対いると思うんだよね。地球って抑えることを親は教えてくるから、そのバイブレーションを持った状態で今の自分を形成してるっていう可能性があるから、このパターンを持ってるとしたら、今だからインナーチャイルドっていう形じゃないとしても、今の自分でそこの周波数のパターンを変えていく時だよね。だから宇宙意識でこうバーンって外しても、外れんだったらそれでいいと思うし、違う次元の自分自身として生きるというか、そこがすごい楽だったらいいと思うんだけど、ここのパターンのこう周波数っていうか解放は結構ある。で今世の自分っていうのは結構すごい重要で、
なんでかっていうとこのアセンションのこう次元が変わっていくね、ここで結構いろんな解放をしてるんですね。じゃあニーニー、そう解放してるの、それ何がやってるかっていうと、まずその今世の自分自身がいて、多次元の自分自身のカルマを地球で解放してるっていうところがあるので、だから宇宙時代の自分自身のカルマ解放してたり、あとはだから地球での経験のカルマを解放してたり、だからここに違和感が、そこのどうやってカルマ解放してるかっていうのはこの違和感ですね。もやっとしたやつと向き合うっていうで、外していく、解放していくっていうことが多次元の自分自身のカルマの解放もしているっていうことだし、過去世の自分自身のカルマ周波数の解放をしているってことでもあるから、ここと向き合うのがすごい大事なんですね。あとはだから宇宙時代のそれも解放してるし、あと地球って結局今変わり目だから、なんでスターシードが降りてきてるかっていうのは、ここのだからご先祖様たちのなんていうの、カルマの解放もしてるんだと思うんですよね。私は山岸家っていうところに生まれましたけれども、やっぱり先祖代々のあるじゃないですか。ずっとこう輪廻転生を繰り返してきてた思い込みのパターンとか結構苦しいとこやってきてると思うから、そういう人たちの解放もやってたりするんですよ、自分自身が。そう本当にこういろんなものをこう解放するために地球に来てるっていうこともありますので、自分の違和感に対して、そこを解放する方法はいろんな方法でいいと思うんですけど、結構インナーチャイルドは有効だと思います。あとはだからカルマさんみたいな感じで多次元の方に意識向けちゃってわーって解放してってもいいと思う。それもいいと思うし、あとはだからブロック解除統合のワークみたいなやり方でもいいし、なんかどんなやり方でもいいけど、とにかく違和感に対して蓋しないってことかな。だからね、私は結構なんか両方わかるように、結局宇宙的な意識もわかるんだけど、地球的な意識もやっぱり両方全然スピリチュアルではなかったので、両方ちょうど中間あたりにいて、本当に融合が大事だなと思うし、ポイントとなるところは抑えていった方がいいと思うね。そこはやっぱり解放なんですよね。違和感に対しての解放していく、外していったり解放していくっていう手法がいろんな方法でいいと思うんですね。この違和感に対して蓋するっていうのは結構闇に対して蓋するみたいな感じだから、倍増しますね、蓋しちゃうと。で蓋するパターンを持ってるっていうところが結構あったりすると思うから、そこをなんていうのかな、解放、せっかく違和感があるってことはここを解放する時が来たよっていうことを教えてくれてるってことだから、そういうやり方で解放するっていうのも結構有効だと思います。わかるかな。両方大事なんだよね。だからね、今世の自分自身っていうのは本当にすごい次元まで、だから今まで地球が体験したことない次元まで行くわけだし、この過程をできるのはさ、やっぱりここが面白くてやってるわけだから、一つ一つ大事にねこうやっていくといいと思いますし、全然すっ飛ばしちゃっても本当にいいと思う。あとね、感情の解放だな。感情を押し殺してる人多いですよ。よしさんとかもそうだし、感情っていうものに対してちょっと待って、私もうちょっとで終わるか。大ちゃんとかも見ててもやっぱ感情というかね、こうね、怒りをためるみたいなところがある気がするのよ。でその時にこの人たちに有効なのは多分小さい時の自分自身なんだと思うんですよね。そこにアクセスすることによって小さい時の結構原因っていうかパターンがこの多分インナーチャイルドで見えるんだと思うのよ。あとは子供のようになるというか、その幼少の本当にちっちゃい時ねの自分自身っていうのはかなりこうわがままが多分強かったりとか、すごいジレンマがあったりとかってあるじゃないですか。でここでの自分にアクセスすることによってその自分今子供になるというか、ちょっと練習していくんだけど解放するっていうことをしてあげることができると思うんだよね。だからここに結構このインナーチャイルドというか幼児性の自分自身が救世主になってくれる、感情の解放の救世主になってくれるんだと思うのよ。なのでうまくこう利用していくといいと思うんだよね。感情の解放大事なんですよ。これもだから宇宙時代のからの解放だったりするんですよね。
あとはその感情を解放することによってだから感情をもっともっと感じる自分自身になった時にやっぱりこのバイブレーションが地球の本当の喜びみたいな、わーみたいな、最高みたいなところまでこういつもみたいになってた人がさ、わーみたいになってく、ここの喜びはやっぱりその子供の力を借りるっていうかが有効なんじゃないかと思うんですよね。そうだから別にそこがなくたっていい人だって全然いると思うから人によるんですけど、なんかうまくいろんなものを利用していく、自分がピンとくるものを利用していくっていう風にしていくといいと思います。私が一番伝えたいのはやっぱり自分自身の内側と向き合うことと、内側に嘘つかない、自分に嘘つかないってことだな。私は絶対嘘つきたくない。嘘つく時もあるけどこの内側にね、だけどやっぱりまた出てきちゃうから、やっぱりそっかと思って、やっぱ向き合ってごめんごめんみたいな感じでやってるから、本当に怖いもんないよね。自分と向き合えるってことはこの先何があったって本当に力強く生きていけるし、そして自分のことを受け入れられるようになってくるし、外側の人のことも外側で起こる出来事も全てに対して受け入れることができる自分自身になっていくと思いますので、よかったらやってみてください。ではでは。